スリープフリークス講師の岡本です。ここではボーカルソフトとして高い人気を誇るシンセサイザー V2 をこの動画1本で解説していきます。シンセサイザー V2 は音符と歌詞を入力するだけでまるで人が歌っているかのような自然な歌声を生成できます。まずはこの動画を通して解説する楽曲をご確認ください。愛は考えるほど相反する感情相まって愛し愛される定義配列複雑だ愛子でしょなんて相乗りしてはアイコン化してゆく愛に愛に加え着もなしなんだ欲張りもわがままもアイデンティティで回避して今だけ見ちゃうんだものね答えはいらないと見たいそれ違う心のですか私の日君の意その場限りのはすぐ訪れはんが何もないやいの言うとびがなんて会えるに今がいいそれがいい I want love I need to love I'll be the only alarm for you I can't touch the night to catch the sign beat us without any line with love That's my life don't jump completely あたたたたたたい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 ほど痛いけに振る舞って今しかできない怖い今日お勉強させてまだ平凡で単純で退屈な日々など求めてないんだわご遠慮期限付きの価値だもの皆様多めに見て人間の声と区別がつかないクオリティに驚かれたかと思います。誰でもリアルな歌声を扱え、音楽制作が大きくシフトする転換期になる製品だと感じます。当動画では一からシンセサイザー V2 を入力し使い方を解説していきます。初めて製品を使用するという方も安心して習得いただける内容を目指していきます。まずは製品の購入後どのように製品を使用していくのかという導入の流れを確認していきます。ステップは全部で3つです。まずはドリームトニクスの公式サイトでアカウントを作成します。AHS など代理店から購入した場合もアカウント作成は必須なので注意してください。代理店のアカウントとは別物です。アカウント作成ページにアクセスし、必要事項を入力して登録をクリック。入力したメールアドレス宛てに確認メールが届きますので、記載されたリンクをクリックして認証を完了してください。メールが届かない場合は迷惑メールフォルダーもチェックしましょう。これでアカウント作成は完了です。続いて先ほど作成したアカウントでドリームトニクスのサイトにログインします。画面右上の製品を追加ボタンをクリックして購入時に受け取ったアクティベーションコードを入力し登録を完了させてください。登録が完了すると登録製品タブにシンセサイザー V2 が表示されます。登録製品の中からシンセサイザー V2 のダウンロードをクリックしてインストーラーを取得します。インストーラーを実行し進めていきます。使用許諾契約書に目を通し問題がなければ同意するをクリックして進みます。次にインストール先ホルダーの変更も可能ですが外付けドライブや USB メモリなどは避けできるだけデフォルトのままにしておくのがおすすめです。インストールをクリックし完了までしばらく待ちましょう。これでシンセサイザー V2 のインストールが終わりました。次は歌声データベースの登録とインストールです。歌声を作るためには歌声データベースが必要です。イメージしやすいようにゲーム機で例えるとシンセサイザー V2 はゲーム機本体、歌声データベースはゲームソフトにあたります。本体だけでは遊べないのと同様にシンセサイザー V2 単体では歌声を作ることはできず、歌声データベースを追加することで初めて歌声生成が可能になります。歌声データベースはドリームトニクス社製のものだけではなくサードパーティー製のものもあり様々な歌声が用意されています。好みに応じて購入して使用することができます。なお実際に後ほどお見せしますがシンセサイザー V2 を購入すると最初から一つ歌声データベースが不足しているため追加購入せずにすぐに使い始めることができます。それではインストールしていきましょう。まずシンセサイザー V2 を起動します。先ほど作ったドリームトニクスのアカウントでログインしてください。ログイン時にブラウザー側から認証確認のダイアログが出たら開くを選択します。ログインが完了するとようこその画面が表示されます。右側にある雲の形のアイコンをクリックし歌声データベースの選択に進みます。
ここで製品購入時に付属している無料の歌声データベースを1種類選ぶことができます。以下の3つから好みの声を選んでください。ここでは J-POP 向きで癖がなく汎用性の高い女性声のマイを選択して進めます。バージョン1の頃から仮歌用途などで人気のある歌声ライブラリでしたが、バージョン2ではさらに表現力が広がり、より多彩な歌唱が可能になったと感じます。あとはダウンロードで進めていきます。これで歌声データベースの登録とインストールが終わり、歌声生成をする準備ができました。まず DAW で使用するには、通常のシンセ音源と同様にインストゥルメントトラックを作成し、音源としてシンセサイザー V2 を選択します。すると新規プロジェクトが自動的に立ち上がります。メインとなるのは画面中央に表示されるトラックとピアノロールの2つです。トラックにはメインボーカルやハモリなど複数のパートを並べていきます。そしてその下にあるピアノロールに音符や歌詞を入力します。ミディキーボードがなくてもマウスを使って音符を打ち込むことは可能です。ただし音程を素早く確認したり、リアルタイムで入力したい場合にはミディキーボードを併用するのがおすすめです。ミディキーボードを USB ケーブルでパソコンに接続し、DAW 側のトラックで録音ボタンをオンにすると、シンセサイザー V2 からシンセ音が出力され、ピアノロールにもリアルタイムで反応が表示されます。もし反応しない場合は、DAW 側の MIDI の入力設定の確認、USB ハブを使用せずに直接 PC に接続するなど試してください。最初の段階でテンポと表紙も確認、設定しておきましょう。新規プロジェクトを作成した場合、通常はシンセサイザー V2 と DAW 側のテンポが自動的に一致します。もしテンポが異なっている場合は、メニューのプロジェクト、テンポをホストと同期を選択して両者を一致させてください。もし楽曲中でテンポチェンジがある場合は、テンポを DAW に同期させることはできません。テンポチェンジの方法は、まずこちらをクリックしてテンポと表紙を表示させます。該当箇所にカーソルを合わせてクリックし、DAW 側と同じ BPM を入力していきます。そしてテンポをホストと同期は使用しないようにしてください。また ARA ブリッジモードという高度な設定をするとテンポを自動的に DAW に同期することもできます。方法は DAW によって異なるため概要欄にリンクを記載しておきます。次に表紙の設定です。ポピュラーミュージックでは一般的に4分の4拍子が使われるため多くの場合は設定の必要はありません。しかし楽曲が4分の4拍子以外の場合は DAW とシンセサイザー V2 の両方で設定する必要があります。DAW で設定した表紙はシンセサイザー V2 側に自動では反映されないのでご注意ください。こちらをクリックすると表紙の編集画面が開きます。必要に応じて設定を行ってください。これで準備は完了です。ここから本格的に入力を行っていきますが、ここまでの設定を保存しておきましょう。プロジェクトはデフォルトでメニュー、ファイル、ホスト内に保存が選択されています。この設定によりシンセサイザー V2 のデータは DAW のプロジェクトファイルに自動的に含まれるため、特に別で保存する必要はありません。よって DAW で保存を行うという形ですね。制作を通して頻繁に保存する癖をつけることをお勧めいたします。ここまでがシンセサイザー V2 の概要となります。それでは楽曲の A メロからマウスを使って入力していきましょう。メインのピアノロールを確認します。これは DAW でもおなじみの画面で、音の高さは縦軸、時間は横軸で示されています。画面上部には小節の番号が示されており、クリックすると再生カーソルを移動させることができます。ピアノロールにはグリッドと呼ばれる縦線が表示されていて、このグリッドの単位はこちらから変更することができます。例えば長いノートを入力する場合は4分音符、短いノートを入力する場合は16分音符といったように切り替えるとグリッドの幅が変化します。今回は8分音符を選択して進めます。続いてこちらのノート編集ツールを選択します。周辺にノートのエディットを行うツールがまとまっています。今はこのツールのみを覚えていただくだけで十分です。ピアノロール上の入力したい位置でダブルクリックすると、このようにノートが挿入されます。次のノートを入力しますが、あらかじめ音符を確認したいです。そのような場合は、左側のピアノ鍵盤をクリックして、このように視聴をしながら行いましょう。入力する位置から8分音符後ろにずれてしまいました。
このような場合はドラッグで移動させましょう。縦、横と自由にドラッグで移動することができます。前のノートが4分音符から8分音符に短くなりました。これは2つの音が同じタイミングで鳴るように配置されていると再生されないため、自動で調整される仕組みになっているからです。最後の2つのノートに重なっている状態が発生しています。ノートの終了地点にカーソルを合わせると、マウスカーソルの表示が変わります。その状態でドラッグすると、ノートの長さを自由に調整することができます。これらの機能はノートの重なりを修正する場合に限らず、編集作業全般で頻繁に使用します。ノートを入力するときに長さを直接調整することもできます。ダブルクリックした後、マウスボタンを離さずにそのままドラッグすると、長さが変化しているのがお分かりいただけるかと思います。目当ての長さになったところでマウスボタンを離すと、その長さで入力されます。入力を続けますが、画面表示が小さくて操作がしづらいです。Mac ならコマンドキー、Windows コントロールキー、プラスマウスホイールで画面のズームイン、ズームアウトができます。横方向のノートが見えなくなってしまいました。こういった場合は、シフトプラスマウスホイールで左右に移動ができます。また、表示されていない高さの音を入力したいときは、マウスホイールだけで縦方向に移動ができます。残りのノートを入力していきます。誤って最後に一つ多くノートを入力してしまいました。デリートキーで簡単に削除が行えます。ここまでの基本的な機能を使い、A メロの2小節分の入力が完了しました。一度聞いてみましょう。最初のノートより少し前にカーソルを移動させてから再生しましょう。再生や停止はキーボードのスペースキーから、また画面上部にあるトランスポートからも操作が行えます。歌声ではなくシンセ音が流れました。これはまだ歌声を割り当てていないためです。トラックのこちらの部分をクリックして使用したい歌声ライブラリを選択しましょう。改めて再生してみます。ララ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 。しっかりと歌声で再生されます。DAW の伴奏と一緒に再生して確認したいという場面もあるかと思います。その場合は DAW 側の再生位置をクリックして操作対象を DAW に切り替えて再生します。ララ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 。伴奏に合わせて歌声の確認ができるので、メロディーが楽曲にマッチしているか、より正確に把握できるかと思います。続きを入力していきますが、先ほど入力した2小節とよく似たフレーズです。こういった場合は、コピー&ペーストを使うと効率的です。まず、コピーしたいノートを選択し、右クリックでコピーを選びます。次に貼り付けたい位置をクリックして、同じく右クリックから貼り付けします。あとは貼り付けたノートを先ほどと同じように編集して仕上げていきます。入力が完了したので聞いてみますが、リズムがないと判断しづらいです。こちらをクリックすることでメトロノームのオンオフを切り替えることができます。それでは聞いてみます。ララ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 。ララ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 。コピー&ペーストを活用することで A メロの4小節分を効率よく入力することができました。それでは残りの A メロ、B メロ、サビ、C メロと入力していくのですが、量が多くて大変です。そんな時は使い慣れた DAW でミディデータを作成し、それをシンセサイザー V2 に取り込むと効率的です。ここでは Cubase を例に説明いたします。Cubase ではドラムやキーボードなど他のトラックもあった場合、全部まとめて MIDI ファイルに書き出される仕様になっています。あらかじめメロディーのトラック以外はミュートにして出力することでメロディーだけを書き出すことができます。次に書き出したい範囲をロケーターで指定します。そしてメニュー、ファイル、書き出し、MIDI ファイルと進みます。任意の名前を付けます。次に書き出し場所を指定します。今回はデスクトップにしておきます。保存をクリックします。これでデスクトップに MIDI データが出力されました。次にこの MIDI データをシンセサイザー V2 に読み込んでいきます。シンセサイザー V2 のメニュー内のファイルから現在の楽曲を閉じずに MIDI データを追加できるトラックのインポート、マージを選択します。ファイルを読み込みます。ファイルを読み込むと
各トラックのノート数や音域が表示されています。メロディーのトラックだけ出力したはずですが、トラックが2つ表示されています。こちら気になるかと思いますが、トラック1は使用上表示されているだけですので気にしていただかなくて大丈夫です。トラック2だけにチェックを入れます。インポートを進めます。インポートを進めると、このような画面が表示される場合があります。こちらは MIDI データに先ほどお見せしたノートの重なりなどがあり、正しく発音されない場合に出てきます。通常は自動修正を適用で問題ありません。OK を押して進めましょう。このように DAW で作った MIDI を活用すれば大量のノート入力も効率よく進められます。この後はインポートしたデータを活かしながら全体を整理して仕上げていきましょう。ここで活用したいのがグループ機能です。トラック画面を見るとノートが枠で囲まれているのがわかります。これがグループと呼ばれるもので複数のノートをひとまとまりで管理できるため、このように移動させたりコピーして貼り付けることができます。こうした操作感が一般的な DAW ととても似ているので違和感なく作業が進められるのもポイントです。今回はインポートされたトラック2のグループをトラック1へまとめて配置していきます。まずそれぞれのグループの端にカーソルを合わせて必要に応じてノートと同様に長さを調整します。その後ドラッグでトラック2からトラック1へグループを移動させます。移し終えたらトラック2は不要になりますので削除しておきましょう。トラック上で右クリック、トラックを削除。これで簡単に削除することができます。すべてのメロディーが一つのトラックに統合され、楽曲全体のメロディー入力は完了です。A メロ、B メロ、サビの日本語の歌詞を入力していきましょう。歌詞は該当するノートをダブルクリックし、ひらがなで一文字ずつ入力していきます。その際、タブキーで次のノートに移動できるので、テンポよく作業できます。ワンフレーズ入力したので聞いてみましょう。愛は考えるほどこのように歌詞を入力しただけでリアルな歌声が生成されるのは驚きです。ここまではワンノートに一文字入力していましたが、一つのノートの中に複数の歌詞を入れることもできます。このように入力すると、一つのノートで二つの文字を発音させることが可能です。一つのノートに複数の文字を入力すると、このようなポップアップが表示されることがあります。初めて見ると驚くかもしれませんが、使用上の挙動なのでご安心ください。本楽曲のようなアップテンポな曲ではあまり問題になりませんが、長い音符やフレーズでは意図しないリズムで発音される場合があるため注意が必要です。基本的には日本語ではワンノートにつき一文字ずつ入力すると良いでしょう。ワンノートずつの入力だけでなく、まとめて歌詞を入力するのも併用すると効率的です。該当のノートを選択します。右クリックし、歌詞入力をクリックします。すると歌詞の入力画面が開きますので、一つのノートに入力したい文字をスペースで区切り入力していきましょう。一つのノートに複数の文字を入れることも可能です。完了したら OK をクリックします。このように歌詞を一括で入力することができました。これらの機能を活用しながら入力を続けます。ここのアイロニーの2を後ろのノートに継続して伸ばしたいです。このような場合はマイナスを入力してください。でよくアイロニーラ音を伸ばすことができました。このように一文字ずつ複数文字、一括入力、音の伸ばしなど用途に応じた方法を使い分けることで効率よく自然な歌詞入力が可能になります。シンセサイザー V2 では多言語の入力が可能です。ここでは英語の入力方法を解説いたします。英語の入力は少しハードルが高く感じるかもしれませんが、実は思っているよりもずっと簡単です。わかりやすく紹介しますので、英語にあまり馴染みがない方もぜひ気軽にチャレンジしてみてください。本楽曲の C メロ部分で英語を使用しています。まずは英語にしたいノートを選択します。今回であれば C メロ全体です。画面右側の音符アイコンをクリックし、ノートパネルを開きます。そしてこの中の言語設定を英語に変更することで特定の区間のみを英語に切り替えることができます。続いて歌詞を入力していきます。英語モードでは基本的に一つのノートに一つの単語を入力していきます。今空白になっている2箇所はその直前の単語を分割して発音させたいです。その場合はノートにプラスを入力します。入力できたので聞いてみましょう。I want love, I need to love, I'll be the only alarm for you
このように単語を分けて自然に発音されます。最近は翻訳ソフトなども進化していますので、それらを併用することで英語の歌詞作りのハードルも下がっているように感じます。ぜひトライしてみてください。シンセサイザー V2 では歌声だけでなくラップも簡単に入力することができます。本楽曲ではラップ部分の終わりと C メロ部分の入りのメロディが重なります。その際、同じトラックだと同時に発音はできないので、新しくトラックを作成し、そちらに入力していきます。現在のメロディートラックの下で右クリック、新規トラックを選びます。そして歌声ライブラリも割り当てておきましょう。これでラップを入力する準備ができました。それではラップさせたいリズムに合わせてノートを入力していきます。入力方法はメロディーと同じです。リズムの決まりはありませんが、言葉数を多くして勢いを出したい場合は細かい音符を多めに、言葉数少なめでクールな感じにしたい場合は長めの音符を少なめに入力していくと良いでしょう。本楽曲では前者の細かい音符が多く入っています。タンタンタンタタのように実際にリズムを口ずさみながら入力していくのも良いでしょう。入力する音の高さですが、基本的にはその楽曲のルート音を基準にすると良いです。C メジャーの曲ならド、A マイナーならラといった感じです。本楽曲の入力する箇所のキーは D マイナーなので、レの音を入力していきます。そのルート音をベースに同じ高さでリズムよく連打するだけでも十分にラップっぽいノリが出せます。ラップのように細かい音を連続で入力する際に便利なのがノートの複製です。まずノートを選択し、Mac コマンド Windows コントロールプラス D で選択したノートを後ろに複製することができます。連続して押すことで、このように簡単に複製することができます。ノートの入力ができたので歌詞も入れてラップ全体を完成させます。歌詞の入力方法もメロディーと同じです。入力が完了しました。一度聞いてみましょだものね I'm a lonely mastermind 答えはいらない Don't need guide それ違う心の The sky 私の日君の日。これでも音楽的には成り立っていますが、まだラップらしさは感じにくいですね。そこでラップ調に切り替えていきます。まず適用したいノートを選択します。そして右側のノートパネルを開き、そこのモードからラップを選択します。するとノートの枠が丸みを帯び、たったこれだけでラップ調で歌わせることができます。I'm a lonely mastermind 答えはいらない Don't need guide それ違う心の The sky 私の日君の日その場限りのハすぐ訪れんら何もない愛のユートピアなんて会えるに今がいいそれがいい。さらにメリハリをつけるために音高を調整します。その際、こちらを点灯させるとピッチのカーブが表示されますので参考にすると良いでしょう。まずアクセントをつけたいノートを少し上げて強調された感じを出します。また語尾の音を少し下げたり上げたりすることで話し言葉のような自然な抑揚を追加します。調整を行ったので聞いてみましょう。I'm a lonely mastermind 答えはいらない Don't need guide それ違う心の The sky 私の日君の日その場限りのハすぐ訪れんら何もない愛のユートピアなんて会えるに今がいいそれがいい。このような細かいピッチの変化がよりラップらしい表現につながります。ここまでがメロディー、ラップの入力方法の解説となります。特別な調整や難しい操作をしなくても、ただ入力していくだけで非常に自然で高品質なボーカル生成が可能です。ここからはよりイメージに近い魅力的な歌声を作るための基本調整をお伝えしていきます。調整の方向は A メロで少しおとなしめに、サビでは力強くという形でセクションごとに表情を変化させます。まずは A メロから繊細でしっとりした印象にしてみましょう。調整は右側のボイスパネルを開き、ボーカルスタイルを調整します。このボーカルスタイルとは歌い方のプリセットというイメージです。例えばバラードではソフトに歌わせたり、ロック曲では力強く歌わせるといった指示が簡単に行えます。このボーカルスタイルは各歌声データベースによって項目内容が変わります。ここではブレッシーというスタイルを調整していきます。つまみを上げていくとしっとりしたニュアンスを加えることができます。調整前の状態を聞いてみましょう。愛は考えるほど相反する感情相まって愛は考えるほど相反する感情相まっていかがでしょうか。かなり印象が変化したのに驚かれたかと思います。ただ少し効果が強すぎると感じたため、ここでは半分ほどに留めておきます。愛は考えるほど
相反する感情相まって細かいパラメータを調整しなくても自然な歌い方に仕上がるので、初心者の方でも安心して使用できますね。この適用には注意点があります。それが適用の範囲です。A メロの後半をご確認いただくと、スタイル、ブレッシーが適用されていません。ボイスパネルによる調整はグループ単位で適用されるというルールがあるからです。もちろん後半にもブレッシーを適用したいのですが、このルールで考えると B メロ以降にもスタイルが適用されてしまいます。そのため各セクションごとにグループを分割しておきましょう。まず切り分けたい箇所にカーソルを移動させます。必ずしも小節単位で切る必要はありません。今回は A メロと B メロの境目にあたる21小節目の3拍目の頭です。歌が始まるちょうどの位置ではなく、1拍ほど手前で区切っておくと編集時に余裕が生まれ作業がしやすくなります。この状態で右クリック、グループを分割を選びます。無事に分割されました。同様に B メロと C メロの間、C メロとサビの間も分割します。このついでに分かれている A メロの前半と後半を同じグループにまとめておくと便利です。その方法も確認しておきましょう。A メロのグループをクリックで選択し、次にシフトキーを押しながら統合したい A メロ後半のグループを選択します。次に右クリック、グループを統合と進むと、このように一つのグループにまとまります。この際、ボイスパネルで調整した設定はリセットされるのでご注意ください。先ほど適用したブレッシーもリセットされます。再度設定し直しておきましょう。これで A メロの調整は完了です。次にサビのニュアンスです。なぜ B メロなどを飛ばしてサビを先に調整するかというと、通常楽曲の中で最もテンションが高いのはサビです。その最大の幅を先に決めておくことで、B メロ、C メロといった他のセクションのバランスを逆算しながら整えていくことができます。同様にボイスパネルでサビのボーカルスタイルを調整していきます。今回はサビらしい力強い歌唱が欲しいので、パワフルを使用していきます。この際にラップ入力でご案内したこちらのピッチカーブと隣のオーディオ波形の表示、両方を点灯させてオンにしておくと良いでしょう。こうすることでピッチの揺れや波形の大きさがどのくらい変化したかが視覚的にも把握できるため便利です。それでは調整前の状態を聞いてみましょう。あたらたあたらたい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 ほど痛い毛に振る舞って今しかできない怖い今日を勉強させてこのようにピッチの揺れ、波形の大きさが変化して盛り上がっていることがわかります。あたらたい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 ほど痛い毛に振る舞って今しかできない怖い今日を勉強させてここでも最大では少し力強すぎると感じたので半分程度に留めておきます。このように視覚情報も活用しつつ、つばみを最大にした状態で視聴を行い、特徴を理解した上で適宜調整を行っていくのがボイスパネル活用のコツです。同じ要領でエモーショナルも確認していきます。まずはつまみを最大まで上げます。感情の起伏を強調するために音量差や抑揚をつけている設定だと思われます。聞いてみましょう。あたらたあたらたい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 ほど痛い毛に振る舞ってこちらも同じく想像通りの変化になりました。ただ本楽曲で欲しい軽快なスピード感は失われたように感じます。3割ほどに効果を抑えて再度確認します。あたらたあたらたい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 ほど痛い毛に振る舞って楽曲にマッチしつつ適用前より感情豊かな表現になりました。なお、ボーカルスタイルはこちらのプラスをクリックして展開するとより細かい調整を行うこともできます。通常は各スタイルを組み合わせるだけで十分ですが、より繊細なニュアンスを追求したい場合には活用すると良いでしょう。最後にもう少し声に張りを加えます。今度はパラメータを使っていきます。このパラメータは全歌声データベース上の共通項目です。このテンションで歌声の張り具合を調整します。0.5 ぐらいまで上げてみますが、波形の変化にご注目ください。全体的に大きくなるとともに、音の大きいところと小さいところの差も広がりました。あたらたあたらたい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 ほど痛い毛に振る舞って今しかできない怖い今日を勉強させてかなり変わりましたね。このようにパラメータは効果がとても強いため、調整は控えめでも十分です。ボーカルスタイルとパラメータの使い分けのコツですが、
ボーカルスタイルの方がより自然な変化になる傾向が強いです。初心者の方は、まずは自然な変化を得られるボーカルスタイルだけで調整を行い、さらに微調整を加えたい場合は、パラメーターを追加していくと良いでしょう。今回は 0.2 にしておきます。ラップパートにも同様にボーカルスタイルとパラメーターを適用できます。まずはボーカルスタイルのラップを最大まで上げた時の適用前後を聞きましょう。I'm a lonely mastermind 答えはいらない Don't need God それ違う心の on the sky 私の日君の if I'm a lonely mastermind 答えはいらない Don't need God それ違う心の on the sky 私の日君の if このように簡単にラップらしいニュアンスが強調されました。ただ、もう少しダークでクールな雰囲気にしたいので、ラップを少しだけ下げてラップの抑揚を抑えつつ、ダウナーを半分ほど上げてクールな印象を加えます。そしてパラメーターのブレスを 0.2 に上げて息の成分を加え、耳元で囁いているような効果を演出します。聞いてみましょう。I'm a lonely mastermind 答えはいらない Don't need God それ違う心の on the sky 私の日君の if イメージ通りのニュアンスになりました。B メロ C メロも同じ方法でイメージに合わせて調整を行いました。B メロは A メロの繊細な感じを少し残すために、ボーカルスタイルのブレッシーを2割ほど、少し可愛い表情をつけるためにスイートを3割ほどに設定しました。C メロはサビへ自然につなげるため、感情が高まりすぎないようエモーショナルとパワフルをともに3割ほどに設定しています。パラメーターはどちらも使用しておりません。これで楽曲全体を通して基本調整は完了です。全体で聴いておきましょう。愛は考えるほど相反する感情相まって愛し愛される定義配列複雑だ愛コでしょなんて相乗りしてはアイコン化してゆくアイロニー愛に加え着もなしなんだ欲張りもわがままもアイデンティティで回避して今だけ見ちゃうんだものI'm a lonely mastermind 答えはいらない Don't need God それ違う心の on the sky 私の日君のいいその場限りのハすぐ訪れ半額何もない愛のユートピアなんて会えるに今がいいそれがいい I want love I need to love I'll be the only alarm for you I can't tap down I to catch the sign beat us without any in line with love mesmerized don't jump complete me あたらたいあたらたい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 ほど痛い毛に振る舞って今しかできない怖い今日お勉強させてまだ平凡で単純で退屈な日々など求めないんだわご遠慮期限次の価値だもの皆様をめき見て歌声は楽曲の主役ともいえる最も重要なパートです。ぜひご自身のイメージに近づけながら気軽に何度もトライアンドエラーを重ねてみてください。歌のクオリティを1ランク、2ランクと引き上げていくことができます。ここからさらに高度な編集を加える応用編に進みますが、もうボーカルクオリティに満足しているという方は、最後のボーカルデータの出力へと進んでいただく形でも十分です。それでは表現力をさらに高めるための応用的な編集について解説していきます。A メロから B メロへ移る際のキャラクターの変化がやや唐突に感じられます。アイコン化してゆくアイロニー愛に加え着もなしなんだ欲張りもわがままも愛このような切り替わりをより自然にスムーズにつなぎます。この時活用するのがパラメータパネルです。様々な設定を時間に沿って変化させるオートメーションが適用できます。パラメータパネルを追加するにはピアノロールの下のプラスをクリックします。ドラッグすることで表示の幅を調整できるので少し広くしておきましょう。こちらをクリックすると制御可能な設定が一覧で表示されます。今回は制御したいボーカルスタイルのブレッシーを選びます。最初は一度こちらをクリックすることでオートメーションが表示されます。次に制御したい A メロの後半部分にダブルクリックで制御点を追加していきます。次にブレッシーが自然に弱まるように次の制御点を追加し2割ほどに下げていきます。これでブレッシーが5割から2割に下がるようになりました。アイコでしょなんて相乗りしてはアイコン化してゆくアイロニー愛に加え着もなしなんだ欲張りもわがままも
自然に変化していくのがお分かりいただけたかと思います。同じ要領でもう一方のスイートも設定していきます。こちらをクリックし、スイートを選びます。オートメーションの表示は先ほどのブレッシーのままです。こちらの矢印をクリックすることで、オートメーションの表示をスイートに切り替えることができます。0から3割に徐々に上がるように制御点を追加します。アイコでしょなんて相乗りしてはアイコン化してゆくアイロニー愛に加え着もなしなんだ欲張りもわがままもアイデンティティで回避してよりスムーズに B メロにつながるようになりました。このようにボーカルスタイルを曲の流れに合わせて細かく調整できるため歌唱表現も大きく広がりますね。コントロールパネルは最大で3つ追加可能で各2つずつ制御できるので計6つのコントロールができます。ボイスパネル以外の項目も制御できますのでぜひ活用してみてください。続いて基本調整の際と同様に先にサビの編集を行い楽曲全体の表情の幅を決めていきます。よりインパクトのあるアグレッシブな表情を加えたいと思います。この際に活用できるのがこちらのノートパネル内にある表現コントロールです。表現コントロールは XY パッド上のポインターを動かすことで4つのスタイルを複合的に適用し、ピッチの揺れ方や声色のニュアンスを変化させることができます。今回はこの中からアクティブを使用します。アクティブは変動が大きく感情の動きが強く出る歌い方になります。実際に適用してみましょう。まず適用したいノート。今回はサビの冒頭部分を選びます。表現コントロールの初期状態では中央にあるポインターをドラッグしてアクティブの方向へ動かします。聞いてみましょう。あたらたいほど痛い毛に振る舞って今しかできない怖い今日お勉強させてあたらたいほど痛い毛に振る舞って今しかできない怖い今日お勉強させて元の状態と比べて動きが大きくなり感情表現がより強調されてサビにインパクトが生まれたかと思います。ボイスパネルの調整がグループ単位での設定だったのに対し、ノートパネルの項目はノート単位で調整ができます。ボイスパネルで全体の方向性を整えた上で、サビの冒頭など印象的にしたい部分を表現コントロールで追加調整すると良いでしょう。表現を強めたことで不安定になったピッチを修正していきます。こちらのフレーズの最後の箇所のピッチカーブを確認すると、シの音に対して上から下がってきていますが、音程がシャープした状態で持続しています。この部分を安定させていきます。まずツールをスマートピッチ編集ツールに切り替えます。続いて制御点をダブルクリックで追加します。今回はシャープしている区間に3つ追加します。もし誤って追加してしまった場合はデリートキーで削除が可能です。ドラッグで制御点を動かしてピッチを整えていきます。聞いてみましょう。このように非常に細かくかつ自然な形でピッチ修正が可能です。修正のコツとしてはやりすぎないこと、過度な調整をするとせっかくの人間らしさが失われてしまいます。あえて機械的にする演出以外では視覚情報だけに頼らず耳で確認しながら調整するのが大切です。続いてサビの中盤を調整します。ノートの間に隙間があるのがわかります。これは言葉を切ってリズミカルに歌わせるためにあえて意図的に入れていたものです。このままでも発音に問題はありませんが、シンセサイザー V2 の使用上、短い隙間があると意図しない不自然な発音になる場合があるので修正しておきましょう。今回は退屈と歌っている部分でお見せします。まずノート編集ツールを選択します。短い隙間が発生している箇所には縦線が表示されており、そこにカーソルを合わせてクリックすると隙間が埋まります。聞いてみます。退屈な日々など隙間がなくなったことでリズミカルなニュアンスが失われてしまいました。そのため、たといの間に再び区切りを入れたいと思います。歌詞の先頭にアポストロフィーを追加することで音を区切ることができます。波形に再び隙間ができました。退屈な日々などしっかりと区切られ、リズミカルなニュアンスが戻りました。なお、アポストロフィーは半角で入力してください。次に、いとくの隙間を埋めていきましょう。クリックします。先ほどと異なり、波形の間に隙間が残っています。これはテンポやノートの長さに合わせて自動的に自然な発音になるよう調整しているためです。
今回はリズミカルなニュアンスが欲しいので、このままで良いのですが、隙間をなくしたり短くしたいということもあるでしょう。発音の最小単位である音素で調整していくことが可能です。こちらの音素タイミングをクリックすると、歌詞の音素が表示されます。確認すると、いの音素、I が狭く、くの音素、K が広めになっているのがわかります。I と K の間にカーソルを合わせると矢印に切り替わります。この状態でドラッグし、I を広げ、K を少し狭めてみます。波形の隙間も短くなったのが確認できます。このように音素を調整することで発音のタイミングを細かく制御できます。次に先ほど編集した退屈の前にある同じメロディーが2回繰り返される箇所を滑らかで流れるような発音にしたいと思います。こちらも音素で調整していきます。音素を確認すると平凡、単純、それぞれの最後のんの音素 N がリズムにきっちり合わせて区切られているのが確認できます。聞いてみましょう。まだ平凡で単純で退屈な日々などこの日本語的な発音からんの音素をあえてリズムから少し外し後ろにずらすことでより自然に流れる発音を作っていきます。平凡のんの音素 N の前にある O を後ろにドラッグしてずらします。単純も同じように調整します。再生して聞いてみましょう。まだ平凡で単純で退屈な日々などまだ平凡で単純で退屈な日々など言葉がつながり、英語のような流れるニュアンスに変化しました。このように音素のタイミングを細かく動かすことで、日本語的な明瞭さを生かすことも、英語のような滑らかな発音に寄せることもできます。続いて、サビの終盤を調整していきます。気になったのは、皆様の間にかかっているビブラートです。皆様を目に見てピッチカーブを確認すると、大きく波打っているのがわかりますね。非常に強く、この楽曲の印象とは少し合っていないように感じます。ここはもう少しストレートな印象にしたいです。対象のノートを選択し、ノートパネルを開きます。こちらのビブラートの強度を調整します。現在は 1.0 になっているので、これを 0.3 に下げてみます。聞いてみましょう。期限付きの価値だもの皆様を目に見てビブラートが抑えられ、自然な流れになりました。次に、このサビ終わりをより印象的にするため、ロングトーンに変更してみます。ノートをドラッグして長さを伸ばします。この時、注意が必要なのは、ノートがグループの外に飛び出すと発音されなくなる点です。グループも一緒にドラッグして、ノートがグループ内に収まるように調整してください。聞いてみましょう。皆様を目に見て狙い通り、締めとしての印象が強くなりました。ただ、やはりビブラートが少し過剰に感じられます。ここでは表現コントロールで調整していきましょう。今回はストレートを使用します。これはピッチカーブの動きを抑え、一定に保つ歌い方になります。まずノートを選択します。設定を最大まで振ってどのように変化するか確認してみましょう。皆様を目に見てとても平坦な歌い方になりました。自然なバランスに調整します。皆様を目に見て楽曲に合った自然な表現になりました。さらに人間らしい口の開き具合を加えるため、マウスオープニングを使ってみます。まず、オートメーションパネルを開き、マウスオープニングを選択します。ダブルクリックで制御点を追加し、ドラッグでカーブを変えていきましょう。値が低いと口を閉じた状態、高くすると口を大きく開いた状態になります。まずは分かりやすいように極端な設定で聞いてみます。皆様を目に見て今回は楽曲に合わせてより自然な開き具合に調整しておきます。皆様を目に見てこのようにマウスオープニングを活用することで歌い方に躍動感を持たせることができます。ぜひ表現の幅を広げる手段として活用してみてください。ラップパートも同様にオートメーションやノートごとの調整を加えることで表情に変化を与えられます。最後の2フレーズにもう少し動きを加えて C メロへのつながりを自然に演出したいと思います。まずは終盤の1フレーズ目から表現コントロールのダイナミックを使用します。ダイナミックはより表現力の高い歌声やラップが生成されます。対象のノートを選択します。ポインターをダイナミック方向に動かします。何もない愛のユートピアなんて会えるに何もない愛のユートピアなんて会えるに続いてラップの最後のフレーズです。
現状でもある程度ピッチに動きがありますが、ここではさらに大きな抑揚を加えて C メロへと盛り上げていきたいと思います。パラメータパネル内のラップイントネーションで調整していきます。パラメータパネルを開き、ラップイントネーションを選択してください。ノートごとのピッチの動きが矢印で表されており、ドラッグすることで直感的に調整することができます。ノートパネル内のイントネーションとトーンも連動して動きます。イントネーションは上がり口調なのか下がり口調なのか、トーンはピッチの高さです。編集が終わりましたので聞いてみましょう。今がいいそれがいい I want love I need to love 今がいいそれがいい I want love I need to love C メロに向けて自然で勢いのある流れになりました。このように用意されている様々なツールを活用することで細かなニュアンスまで自在にコントロールすることができます。機能が豊富な分、最初は少し戸惑うこともあるかもしれません。中には効果が似ているように感じるものもありますが、大切なのは数値ではなく実際に生成される歌声やラップの仕上がりに耳を傾けることです。ぜひご自身の感覚を頼りに理想の表現に近づけていってください。これでメインパートの編集が完了しました。最後にハーモニーなど別パートを加えてより豪華に仕上げていきます。まずご紹介したいのがダブリングというテクニックです。このダブリングとは同じメロディーを2回以上歌い重ねることで自然な揺らぎや厚みを加える手法です。先にサウンドを確認してみてください。あたたたたたたい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 ほど痛い毛に振る舞ってあたたたたたたい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 ほど痛い毛に振る舞ってまずメインパートのトラックを複製します。トラック上で右クリック、トラックを複製、グループをリンクしないを選びます。全く同じ状態になりました。今回はサビ部分のダブリングを作成したいので、サビ以外のノートは不要です。ノートグループを削除しておきます。これで完成と言いたいのですが、このようにただコピーしただけでは同じ歌声が重なるだけなので自然なダブリングにはなりません。ここで活用するのがノートパネルにある AI リテイクです。この機能は実際に歌い直したかのようなニュアンスの違うテイクを簡単に生成することができます。実際に AI リテイクを適用します。まずリテイクしたいノートを選択します。今回はサビ全体を対象とします。すべてをクリックして適用します。メインパートと合わせて再生してみます。あたたたたたたい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 ほど痛い毛に振る舞ってこれだけで実際にダブリングしたかのような自然な揺らぎが加わりました。通常の録音では別テイクを取るのに時間がかかりますが、AI リテイクであればクリック一つでこのように瞬時に複数のバリエーションを生成することができます。ノートの下にはテイク名とアイコンが表示されており、クリックで選択することでノートごとにテイクを入れ替えることも可能です。メインパートと合わせて聞いたときに冒頭のあが気になります。メインとダブリングでピッチカーブが違うのがわかります。そういった箇所は AI リテイクでさらに別のテイクを追加し、聞き比べて選んでいきましょう。あたたたあたたたダブリングの生成が完了した後は、メインパートとのバランスを取るためにダブリング側のボリュームを少し下げておきます。ここまででトラック数も多くなってきたため整理しておきます。まずはトラック名です。このようにダブルクリックでリネームができます。さらに右クリック、トラックカラーから色分けができます。左端のドラッグで並び順の変更も可能です。このような機能を活用すれば DAW と同じ感覚で視認性を高めることができます。編集をスムーズに進めるためにも随時整理しておきましょう。次にサビに厚みを加えるためにハモリパートを作成します。まずはダブリングの時と同様にメインパートをコピーします。その後サビ以外のグループを削除しトラックの整理もしておきます。今回は定番の3度下のハモリをベースに作っていきます。この楽曲のサビのキーは D メジャーまたはその平行調である b マイナーです。ここからノートを3度下に移動していくのですが、すべてを単純に同じだけ下げるだけでは綺麗なハモリにはなりません。その理由はダイアトニックスケールには全音と半音の間隔が混在しているためです。つまり3度下といっても半音3つ分の単3度下と半音4つ分の超3度下が混ざることになります。このズレを補正するために、まず一部の音だけ先に半を下げておきます。D メジャースケールの構成音である
3度、6度、7度にあたる F シャープ、B、C シャープを選んで半音だけ下げておきましょう。シフトを押しながらドラッグすると複数のノートを選択可能です。そして改めてすべてのノートをまとめて3半音、単3度下げます。この際、Mac、コマンド、Windows、コントロール、プラス A でノートの全選択が可能なので活用していきましょう。それでは聞いてみましょう。あたたたたたたい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 ほど痛い毛に振る舞って今しかできない怖い今日お勉強させて。いかがでしょうか。一部コードとぶつかる箇所もありますが、全体としては自然なハーモニーになっているかと思います。このようにベースとなるサンド下を作ってからコード進行や好みに合わせて細かく調整していくことでスムーズにハモリを仕上げることができます。なお、今回はメインパートを複製してそのまま作成しましたが、先ほどご紹介した AI リテイクを活用してハモリを別テイクとして生成するのもおすすめです。よりリアルな重なりが欲しい場合にはぜひ活用してみてください。合わせて AI リテイクとノートパネル、ボイスパネルの設定項目との関係について確認しておきます。サビ後半のなの部分を例として見てみます。ビブラートの強度を確認すると 0.26 になっています。ここでテイクをデフォルトテイクに切り替えます。ビブラートの値は変わらず 0.26 のままです。他のテイクでも同様です。このように AI リテイクとノートパネル、ボイスパネルの設定項目はテイクを切り替えても現在の設定値がそのまま全テイクに共通して適用されるという仕様です。ハモリの編集も終わり、すべてのパートが完成しました。ここからは各パートをオーディオデータとしてエクスポートし、DAW に取り込んで編集、ミックスできるようにしていきます。まずレンダリングパネルを開きます。ここには作成した各トラックが一覧で表示されています。マスターを選択すると全トラックがミックスされた一つのデータとして出力されますが、今回は各パートごとに個別出力したいため、マスターを外し、個別のトラックにチェックを入れましょう。次に出力先のフォルダを選びます。今回はデスクトップを指定します。続いてファイル名を入力します。この名前は各トラック名の先頭に共通で付加される形になります。その下ではデータフォーマットの設定も行います。必要に応じて変更してください。設定が終わったらファイルを出力をクリックします。処理は非常に高速ですぐに完了します。それではデスクトップを確認してみましょう。無事にデータが出力されています。これらのファイルを DAW に読み込めば、通常のボーカル素材と同じように編集やミキシングを行うことができます。各トラックにエフェクトなどミキシング処理を適用して完成させています。それでは最後に全体を通して再生してみましょう。愛は考えるほど相反する感情相まって愛し愛される定義愛入れず複雑だ愛コでしょなんて相乗りしてはアイコン化してゆく愛色に愛に加え着もなしなんだ欲張りもわがままもアイデンティティで回避して今だけ見ちゃうんだもん答えはいらないドミガーそれ違う心のですか私の日君の意その場限りの葉すぐ訪れはんが何もないやいるユートピアなんてアイルに今がいいそれがいい I want love I need to love I'll be the only alarm for you I can't deny to catch the sign beat us without any in line with love There's no lies don't jump completely あたたたたたたい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 ほど痛い毛に振る舞って今しかできない怖い今日お勉強させてまだ平凡で単純で退屈な日々など求めてないんだわご遠慮期限付きの価値だもの皆様多めに見ていかがでしたでしょうか。ほんの数年前には考えられなかったほど自然な歌声の生成や調整が今や誰でも簡単に行える時代になりました。技術の進化に驚かされると同時に今後のさらなる発展にも期待が高まります。シンセサイザー V2 を活用して皆さんが思い描く作品を自由に形にしていってください。
ここまでご覧いただき誠にありがとうございました。